これは、米軍が記録した4件の UAP だ。そのうちの1件は、長さが交互に異なる、8本腕の星に似たコントラスト領域だった。2026年5月8日、アメリカ国防総省は、未確認異常現象、つまり UAP に関する公開記録の第1弾、リリース1を公開した。30件以上のミッションレポート、及び複数の動画ファイルが含まれている。本動画では、この中から4件のケースを、すべて公開済みの PDF 一次資料、及び大ナブの公式記述に基づいて紹介する。ケースは、中東、2013年。ケース2、イリシャ沖地中海、2024年。ケース3、イリシャ南部沖、2023年。同一部隊が53時間以内に2件続発した事案である。そして、ケース4、地中海。ほぼ全ページが黒塗りで残された1件だ。本動画で扱う4件のうち、ケース2とケース3のセンサーは、アンダス4。米空軍の特殊作戦機などに搭載される、マルチセンサーターネティングシステムである。可視光カメラ、サーマル赤外線、そして短波長赤外線、つまり水野を統合した観測装置である。水野は波長およそ1から3マイクロメートルの赤外線を捉えるセンサーで、通常の可視光カメラとは異なる帯域の電磁波を映像化することができる。ケース2のミッションレポートには、UAP が水野カメラにのみ映り、通常の可視光センサーには一切反応しなかったことが明記されている。ケースは、中東、2013年。米中央軍、ユセントコムは、未確認異常現象に関する報告書を ARO 米全領域異常解決局に提出した。報告書は、2013年に米軍プラットフォームの赤外線センサーが記録した、1分46秒の動画映像で構成されている。大ナブに掲載された公式説明によれば、映像は腕の長さが交互に異なる、8本腕の星に似たコントラスト領域を映している。動画開始から10秒の時点で、センサーの視野はコントラスト領域にズームインする。11秒から29秒の間、コントラスト領域はセンサーの視野内で移動し、明確な軌跡を残す。30秒、コントラスト領域は画面の右下から視野を離脱する。明らかなカットの後、35秒から1分44秒まで、コントラスト領域は再びおおむね視野内に保たれた後、画面の左上からフレームを離れる。この観測について、報告者は口頭でも書面でも一切の説明を残していない。記録は未解決 UAP 報告として ARO に提出された。ケース2024年1月25日、イリシャ沖地中海。米空軍の第33特殊作戦飛行隊 33SOS が、イリシャ中部のラリッサ航空基地 LGLR から離陸し、ISR、つまり情報監視偵察任務を遂行していた。協定世界時、午前5時9分。航空機の搭乗員は、高度およそ6000メートルを飛行中に UAP を観測した。ミッションレポートには、こう記述されている。物体は、ダイヤモンド形状の本体に、底部に固定された動かない突起、プローブを持つ。速度はおよそ434ノット。時速にして、およそ 800km。観測は5時9分から5時11分まで、およそ2分間続いた。ミッションレポートには、続けて、次のように記述されている。物体は、水野カメラにのみ映った。通常の可視光カメラには一切映らなかった。観察者の評価は、いない、すなわち攻撃的意図なし。観察された機動性、得意な行動は、何も観察されなかった。物体は、直線飛行を維持し、進路を変えることなく、センサーの視野から消えた。ケース3、2023年10月、イリシャ南部沖。同じ第33特殊作戦飛行隊が、53時間以内に2件の UAP を観測した。1件目、10月27日、協定世界時午前0時35分12秒。航空機のセンサーフィードに、海面のすぐ上を飛行する物体が映った。形状は円形に見えるが、詳細を識別するには小さすぎる、と記述されている。物体は時速およそ 128km で、複数回の鋭い90度ターンを繰り返した。観測は0時38分まで、およそ3分間続き、
その後、物体はセンサーのフィードから消失した。2件目、10月29日、午前8時11分。同じ部隊、同じ機体型、同じ拠点から離陸した航空機が、再び UAP を観測した。形状はこちらも円形。海面スレスレを時速およそ 48km で陸地に向け直進した。観測は数秒で終了し、物体はフィードから消失した。観測された2件の UAP が同一の物体だったのか、あるいは別の個体だったのか、それを判断する情報は公開されたミッションレポートには記載されていない。ケース4、ミッションレポートの整理番号は D54 地中海。公開された7ページのうち、本文と詳細データが記載されている6ページが黒塗りで公開されている。観測した部隊、観測者、日付、任務内容、機体形式。これらすべてが特定できない。公開された情報は最終ページの末尾2文だけである。一つ目、物体の記述。三角形、金属製の UAP、1機を検出した。二つ目、観測時の状況。協定世界時13時19分。航空機が北緯36度34分53秒、東経25度59分43秒の上空を通過中に物体を1機観測した。高度およそ7600メートル。速度およそ168ノット。時速にしておよそ 311km。この座標はエーゲ海、イリシャのキクラデス諸島の北、サントリーニ島の沖合に該当する。黒塗りの根拠は、合衆国大統領令13526号、機密情報指定基準によるものである。すなわち、軍事計画、兵器システム、または作戦に関する情報。それが6ページにわたって秘匿されている公式の理由として提示されている。ここまで見てきた4件を比較する。形状はそれぞれ異なる。ケース1は8本での星型、ケース2はダイヤモンド型、ケース3は円形、ケース4は三角形、金属製。場所はすべて東地中海から中東にかけての地域。ケース2と3はギリシャ沖、ケース4はサントリーニ沖、ケース1は中東。記録した期間とセンサー。ケース2と3は第33特殊作戦飛行隊がアンダス4センサーで観測した。ケース1とケース4は期間や使用センサーの詳細が公開されていない。今回公開されたリリース1には本動画で扱った4件を含め30件以上のミッションレポートが含まれている。これら4件はすべてアメリカ国防総省が公式に機密解除し、大画部で全文公開している記録だ。リリース1には本動画で扱った4件を含め30件以上のミッションレポートが含まれている。物体の正体についてアメリカ国防総省は公式の結論を発表していない。本チャンネルはアメリカ政府が公開した機密解除ファイルを公式記述に忠実に紹介するチャンネルです。今後も世界各地、各年代の事案を取り上げていきます。